皆さんこんにちは。この度は、国立アートリサーチセンター主催の講演会アナログ写真の発展と文化遺産としての写真の保存にお招きいただきありがとうございます。私は現在東京の方で紙作品と写真の修復をしております白岩と申します。本日はこの後フランスからゲノラ・フリックさんが写真の保存や修復に関して実務的なお話をしていただきますので、私は写真の特性、日本における写真文化や現状、そして後半は今まで関わってきた写真の修復や研究を通じて特に写真技法や写真作品のお話をしていきたいと思います。修復家という立場からの経験と、あと個人の視点から見ていくつかのアナログ写真の技法を取り上げつつ、写真はどのようなところが特別なのか、写真のものとしての存在感を紹介できればと思います。写真は文化遺産の中では最も身近で誰でも関わることが多い媒体だと思います。美術館や博物館の展示に限らず、普段からさまざまな状況や場面で私たちは写真を目にします。そしてまた誰でも写真を通じて視覚的な記録や表現をすることができます。本格的に絵を描いたり陶器を作ったり建築に携わったりする人は限られますが、写真は誰でも簡単に撮影することができ、そして物として残すことができます。こちらはアメリカのロチェスター工科大学 IPI 画像保存研究所のグラフィックアトラスというサイトがあるんですが、そこから取ってきたものです。19世紀の写真の誕生から現在までにさまざまな技法が生まれ、そして消えていったということが分かります。このタイムラインの赤が写真、青が写真製版、そして緑がデジタルになります。21世紀に入ってから写真の中でも特にアナログ写真はその技法と技術、仕様ですね、プレゼンテーションの仕方、そして写された対象、これらを含め文化遺産として残されるべきではないかと考えられています。およそ200年前の写真発明当時、写真は誰でも撮影・制作できるというわけではありませんでした。その短い歴史の中で写真産業が生まれ、撮影機材は劇的に進化し、アナログからデジタル時代に入り、さらにスマートフォンの普及によって現在写真の定義やアウトプットはますます広がっています。1枚の写真を撮影現像するのに何時間もかかった時代から比べると、写真を撮る枚数は年々増えるばかりですが、その多くは画像としてパソコンやクラウドに残されています。今年はおそらく 94% 以上の写真がカメラではなくスマートフォンによる撮影と予想されているようです。またご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、昨年 AI 人工知能によって作られた写真がとある世界的なコンテストで最優秀賞を受賞し話題になりました。作者は写真の未来について議論を起こすために応募したと言って受賞を辞退しています。このような時代だからこそ、今一度発明当時から社会的な背景と技術革新に深く関わりながら発展してきたものとしてのアナログ写真を振り返って、その魅力的な世界を知っていただきたいと思います。その前に写真ならではの特徴、写真が持つ独自の価値について保存修復の観点からお話を始めます。写真を含めほとんどの文化財は制作された時から劣化が始まります。写真の場合は特に顕著で、次々と新しい写真が生み出された一方、
材料も多様で劣化のメカニズムは複雑です。写真の保存修復では劣化を遅らせる、抑制する、写真を保護するということを目的に処置や対処を行います。そして写真は記録的要素のあるものと芸術表現があるものと大きく分けて考えられると思います。これを認識することにより保存修復のアプローチも変わっていきます。写真が撮られた目的を把握し、何をどう残していくのかを考えなければなりません。記録写真は歴史や報道、産業、技術、文化財、建築物などを撮影して残しています。主にその時に写真に写された情報が重要ですので、情報をよりよく広く利活用できるように、オリジナルの写真を複製、復元、デジタル修正などをして新たな画像を得ることがよくあります。複製を制作したとしても、オリジナルのものである写真は歴史的な事実を捉えた文化遺産ですから、適切に保存されることが望まれます。ただし、ご想像の通り、このジャンルの写真は数が膨大ですから、予防的保存を中心に環境を整え、劣化を最小限に抑えるように対処します。では、芸術あるいは美術品としての写真はどうかというと、作家や写真家によって作品として制作された写真であり、加工、額装、展示方法なども含めてものとしての芸術的価値があります。レプリカの制作やその展示がされることは特別な場合に限られるでしょう。したがって取り扱い、展示、保存には細心の注意を払い、その芸術性を保ち、できる限り良い状態で次世代まで鑑賞に耐えられるよう保存修復を考えます。また、もし再制作やリプリントが必要になった場合は、作家が監修・指示した上で実施されます。とは言っても、実際にははっきりとどちらかに分けられないことがよくあります。写真の特性の一つとして、その多義的な価値が挙げられます。写真には意図的に撮影された対象や内容以外にもさまざまな情報が含まれていて、時代を経てその希少性や重要性が認められたり、個人や社会によって定められた価値や評価が変わることがあります。ある一つの出来事の記録として撮られた写真であっても、時代とともに、あるいは調査研究が進むうちにその存在理由が変わったり、新たな評価が加わったりすることがあります。報道写真の中には記録としての写真にとどまらず、芸術的な写真として評価されていることもよくあります。そしてまた、明治の蒔絵アルバムは当初は海外向けのお土産品として作られましたが、今は海外の美術館で工芸品、あるいは写真作品として展示されています。ダゲレオタイプやアンブロタイプは依頼主が持ち歩けるように制作された当時のケースに入っていますが、写真だけではなく、その仕様、ケースの装飾やデザインも含めてものである写真として成立します。ここで少し写真の市場について触れたいと思います。美術品であれば、制作者の知名度がその価値を左右することが多いのですが、写真の場合は主題や被写体が市場価値に影響を与えることがあります。例えば、歴史上の重要人物が写っている肖像写真は、撮影者がたとえ不明であってもその価値は高くなります。左のビリー・ザ・キッドのこの名刺のサイズの写真なんですけれども、これが高額で落札されたこともその一例です。近年、芸術写真の市場には大きな変化が現れています。写真は複製芸術であるということを覆すように、20年ぐらい前から時々数億円という写真が市場に登場しておりましたが、つい2年ほど前に中央のマンレーの写真とエドワード・スタイケンの写真がそれぞれ日本円にして10億円以上の金額で落札されました。
この3点はすべてアナログ技法の写真ですが、特にスタイケンの写真は2つの技法を組み合わせた作品ということで珍しいものになります。芸術写真の市場と保存修復は無関係に思えますが、このような市場の変化があったからこそ、写真も他の美術品と同様に適切な保存や修復が求められ、専門分野が確立していきました。それでも写真修復家の数は他の美術の専門分野に比べて極めて少ないと言えるでしょう。そして記録写真の中でも家族写真は単なる記録以上の存在であり、財産としてまたかけがえのない記憶として計り知れない価値を持っています。東日本大震災で私たちは前代未聞の写真の救済を経験し、ものとしての写真が持つ圧倒的な力を改めて認識しました。この力は国や文化を超えて普遍的で、多くの人々が災害に直面したときに他の何よりも救出したいというのは思うものは家族写真だということです。このように写真の価値は客観的ではなく主観的な視点からもその価値が定められていくのです。では次に少し話を変えて日本における文化財の写真について状況を見てみたいと思います。文化庁が写真を重要文化財として指定を始めたのは平成11年1999年からです。写真は歴史資料分野における近代の重要文化財の分類の中に入っていて、現在77件のうち写真の指定は15件です。どのような写真が含まれているかというと、ダゲレオタイプ、銀版写真ですね、ガラス湿版ネガ、鶏卵紙、写真油絵など当時のさまざまな技法で制作されたものがあります。ただしこれらの写真の多くは指定理由として写真自体の価値というよりは文化財、美術品や建築なんですけれどもを被写体としたもの、つまり写されているものが重要ということで資料群としての価値に偏っています。こちらの左は旧江戸城写真帳、右は人身検査関係写真、これは文化財調査の写真になります。右側はプリントが2枚台紙に貼ってありますが、これはステレオタイプ用のカメラで撮影されて、現在の 3D 写真のようにビューアーで見つかってみると、立体的に見える写真になります。今後はさらに写真の文化財指定が増えると予測されていますが、貴重な写真を適切に扱うためには写真材料や技法の識別、保存措置の検討、デジタル化などさまざまな取り組みが必要です。しかし現時点で国内に写真保存の専門家が非常に少ないという問題があります。海外と比較したくはないのですが、欧米では国立の図書館、公文書館には写真専門の修復家が在籍しております。歴史資料としての写真は国の財産として非常に重要なものであり、専門家による保存の対策や措置が必要だと考えられているからです。国内で写真がコレクションされている美術館をリストアップしてみました。川崎市市民ミュージアムは日本で最初に写真のコレクションが行われた美術館ですが、残念なことに2019年の台風による浸水被害を受けました。現在でも所蔵品の修復が続いておりますが、写真作品の場合は救出の際に写真技法をもとにトリアージが行われました。この経験から写真の材料や技法に関する情報がいかに重要であるか改めて認識されました。またこの中で高知県立美術館は遺族から寄贈を受けた石本康弘のコレクション、これはプリントだけではなくてネガやポジフィルムも含めて保存しており、定期的に専用の展示室で展示を行っています。
また横浜市民ギャラリーあざみ野ではサーマン・ F ・ネイラー氏が40年間にわたって世界中で収集したカメラと写真関連の資料や機材など貴重なコレクションを所蔵しています。アーティゾン美術館では独自の収集方針で芸術家の肖像写真をテーマにフランス印象派から近現代作家の肖像写真を集めており、それらを資料としてではなく作品として学装され作家の絵画や彫刻とともに展示されております。また上田昌司、土門健、入江泰吉などの著名な写真館の美術館はそれぞれの生誕地にあります。次に写真のギャラリーについてですが、写真に限らないのですが、日本独特のものとして海外ではあまり見られない貸し画廊の文化というのがあります。現在その数は減りましたが、写真の場合はカメラ会社が運営するギャラリーでそのカメラを使った写真を展示する、コンペを開催するなど宣伝的な要素を持った展示も行われています。富士フィルムは六本木に富士フィルムスクエアという施設があり、ギャラリーのほか写真歴史博物館というスペースで19世紀技法の写真やカメラの展示なども行っています。また富士フィルムの写真コレクションもそちらで展示することがあります。そうしたギャラリーとは異なる方向性を持った日本で最初の写真専門のコマーシャルギャラリーは1978年に石原逸郎氏がオープンしたサイトフォトサロンです。石原氏が亡くなった後もコレクションの管理と販売が続けられています。石原氏は国内外の芸術写真を早くから取り上げ、オリジナルプリントの重要性を提唱されました。また写真がきちんとマット額装されコレクターが購入できるような状況になりました。その後写真を専門とするコマーシャルギャラリーも増え、最近は現代美術のギャラリーでも写真を取り扱うところがあります。写真は美術品として取り扱われるようになった結果だと言えるでしょう。また日本の写真業界では海外に比べると写真集や写真雑誌がとても重要な位置を占めていました。金子隆一氏は生前に出版された本「日本は写真集の国である」で、日本は欧米と違い写真集が理想的な写真表現の形であり続けたと述べられています。中央の写真集の本も同じ年の2021年に出版されています。日本の写真家が写真集にいかに力を入れて優れたものを丁寧に作って発信していたのかが分かります。そして右の本はそれより前の2017年にドイツの出版社スティールから出版された578ページにわたる要書なんですけれども、海外では早い時期から注目されていた日本のフォトブックの人気を象徴していると思います。写真集などの出版が盛んになり始めたゼラチンシルバープリントの時代ですが、写真そのものの展示はどうだったかというと、国内ではプリントがパネル張りにされ展示されることが多かったようです。残されているプリントが少なかったり、ベニヤ板にパネル張りにされていてむき出しの状態で長く保存されていたり、汚れや損傷など状態があまり良くない場合もあります。それらは今になって貴重なヴィンテージプリントと評価されることもあり、修復依頼を受けることもよくあります。さてここ2年間東京都写真美術館など写真専門の美術館以外でも近現代の写真家の展覧会が多かったように感じました。このリストのうち緑のものは現存作家になります。写真の展覧会は幅広い年齢層に人気ですし、
美術館の写真担当のキュレーターが少し増えてきているのかもしれません。この中で安井中辞典は後ほど紹介するさまざまな写真技法で制作されたオリジナルプリントが展示されました。その中で私が特に印象に残っているのは東京国立近代美術館の中平拓磨の展示です。先ほどパネル張りの写真と申し上げていましたが、この左側のこちら48点の作品からなっていますけれども、当時の貼り込まれたオリジナル写真とそれと右のモダンプリント両方が同じ部屋ではないんですけれども展示されていました。修復家としてはどうしても70年代の発色現像方式カラープリントのプロセスですけれども、その劣化や特徴とかその違いに目がいくんですけれども、オリジナルプリントと44年後にリプリントされた写真と比べることができる、写真ならではの興味深い展示だと思いました。他にもこのような内容の充実した展覧会がありました。小川和正の写真製版の展示もそうですが、神戸市博物館の手彩式写真を多数集めた展覧会では、特に技術や色彩を直に体験できる貴重な機会となりました。また静岡市では現在こちら京都国立近代美術館の写真コレクションが展示されているようです。以上のように近年さまざまな視点からの写真展示が増えていると感じます。これまであまり鑑賞対象になっていなかった写真や展示の機会が少なかった写真にも関心が向けられるようになり、それに伴い写真の保存や展示への配慮がさらに求められるのではないかと思っています。さてここから19世紀に遡って時代とともにいくつか技法を紹介しながら写真を見ていきたいと思います。先ほど文化財としての写真というお話をしましたが、日本人による日本人を写した最も古い写真は左の薩摩藩の一木四郎が撮影した1857年の島津斉彬のダゲレオタイプです。写真として初めて重要文化財に指定されたものになります。また日本人を撮影した最古のダゲレオタイプはペリーとともに来日した写真家エリファレット・ブラウン・ジュニアによるもので1854年に制作され6点現存しており、うち5点は国の重要文化財指定になっています。フランスのルイ・マンデ・ダゲールが1839年に発明したダゲレオタイプですけれども、銅板に銀メッキされた支持体の上に銀と水銀のアマルガムで画像が作られている写真です。ご覧のように見る角度によって表面が鏡のように見える不思議な写真になります。銀板のそのプレートそのものをカメラにセットして撮影するため一点物になります。そして通常はこのようなケースに入っておりまして、金属の窓マットやプリザーバーといわれるこの周囲にかかっている金属の枠がかけられています。それを外すとカバーガラスとダゲレオタイプが一体にパッケージとなっています。ダゲレオタイプは物理的にもデリケートだけではなく空気汚染による変色を防ぐため密閉を保つ目的で製造をした直後からこのような形でシーリングされてパッケージになっていました。次にエリファレット・ブラウン・ジュニア撮影の遠藤又左衛門と従者像です。先ほど申し上げた通り、これは日本人を撮影した最古の写真の一つです。2020年に修理を行いました。
カバーガラスが劣化しておりまして、ガラスの内側に液滴が確認できたため、それが落ちないように処置前は面下で保管されていました。このスライドの写真はちなみに処置後の写真になります。こちらの修理なんですけれども、劣化したカバーガラスの交換が主な目的でしたが、そのためにはそのパッケージを一度解体する必要がありました。右の上にちょっと確認できると思うんですが、ガラスの劣化によってこのような水滴がガラスの外側ではなくて内側にできてしまい、これがもしダゲロタイプに落ちてしまうと腐食してしまうので、こちらの交換が主な目的でした。このように写真とともに使用されている材料が劣化していないかどうかという点検も重要になります。左下が裏面から見た図になりますけど、このプリザーバーという金属の枠を一度外しますと、中央の写真のこのパッケージが出てきます。周囲には紙が貼り付けられており、剥がれることなく残っておりました。この紙が製作当時に付けられたものかどうかは不明ですが、ダゲレアタイプの特性がきちんと理解されていた上で密閉されていたのだと思います。右下が修理後、新しいガラスとともに和紙と中性子を使って周囲を留めたところです。ちなみにこのダゲレオタイプですけれども、左右逆に写りますので、この写真を撮影する時には遠藤又左衛門だけがあらかじめですね、着物の襟合わせや刀の向きを逆にして準備していたことが分かります。ちょっと一個前にすいません。そしてダゲレオタイプは欧米のコレクションにはよくあるものなんですけど、日本の場合はその後の技法として登場するアンブロタイプというものが主流になりまして、湿版写真と言われていますけれども、切り箱に入ったものが多く残されています。アンブロタイプはコロジオンポジとか湿版写真、コロジオン湿式方式などと呼ばれています。写真というとゼラチンを皆さん想像されるかもしれませんが、コロジオンはゼラチンが普及する前の材料でした。ガラスの上にコロジオン層、バインダーが塗られています。でこちらのように背景に黒いものがないと、左の写真は右側だけ黒いものが背景にあるんですけれども、こういう黒いものがないとポジ画像に見えないので、黒い布とか、紙の上に置かれていたり、ガラスに黒いニスが塗られていることもよくあります。また湿式と呼ばれるのは塗布したコロジオンが湿っているうちにカメラにセットして撮影されるからです。ダゲレオタイプと同じ一点物で、海外ではアンブロタイプはダゲレオタイプと同じようなパッケージにしてケースに入れられているものが多いです。でアンブロタイプの事例なんですが、こちらは、福沢諭吉のアンブロタイプ、ウィリアム・シューが撮影したものになります。2つの写真はサイズが多少違い、左の方が少し大きいんですけれども、福沢諭吉が咸臨丸の乗客員として訪れたサンフランシスコで撮影されました。現在までに知られている福沢個人の肖像写真としては最古ということです。先ほどアンブロタイプも一点物であるということを申し上げました。でこれらは同じ時に2枚撮影された可能性もあるのですが、修理の際違う方法でハウジング、パッケージングされていたことが分かりました。でこの左の大きい方の、額オーバーマットを取り除いたところなんですけれども、こちらの、カバーガラスとアンブロタイプは密着されておりまして、その天然樹脂、おそらくカナダバルサムという天然樹脂がにじみ出ていました。この、
アンブロタイプとガラスのカバーガラスを密着させる方法というのは1854年にアンブロワーズ・カッティング、アンブロタイプの名前の由来になった方なんですけど、彼が特許を取った製作方法で、第一世代アンブロタイプというふうに呼ばれており、それではないかと推定できます。小さい方は密着されておらず、カバーガラスを外すことができました。そして小さい方は解像度が少し劣っているようにも見えました。左の方が古い写真だとすると、もしかすると右は同じアンブロタイプで複製した可能性もあると考えられますが、真相は分かりません。右は私がフォトショップでちょっと画像を重ねてみたところなんですけれども、このように初期写真にはその技法や材料、仕様などを知ることによって多くの情報を得るとともにさまざまな謎が浮かび上がります。ここからネガポジの方式の写真になりますが、アンブロタイプとほぼ同じ方法で作られるコロジオンネガというものがあります。ネガとして作ったものは、プリントするために使われるので、アンブロタイプ用、先ほどのポジ用と比べて濃度が高いものになります。コロジオンネガは鶏卵子と相性がよく、鶏卵子を作るためのネガとして広く使われていました。鶏卵子は、その名の通りバインダーとしてアルブミン、卵白が使われます。子字体の紙そのものも薄く、通常は台紙に貼られており、アルバムに収められているものも多くあります。国内でも多数作られましたが、中でも素晴らしいものは、皆さんご存知の横浜写真と呼ばれている手彩式写真です。海外向けのお土産物として作られましたが、極めて豪華なアルバムもありました。プリントを実際に見ていただくと分かるのですが、卵白の層があるので少し艶のある独特な表面が特徴です。言うまでもありませんが、見事な着彩のテクニックとその完成度の高さ、繊細な色使い、そして魅力的な被写体を写した写真は世界でも高い評価を得ています。このように目的がどうであれ、当時の日本の風景が映し出され残っているということは文化遺産としても貴重です。人物や撮影シーンに関しては多少なりとりも演出がされていたのですが、それでも当時の神秘的な日本を紹介する素晴らしいメディアだったということは間違いないでしょう。これは日下部金兵衛が撮影した写真、こちらも手彩式写真です。左辺に製本の跡があり、アルバムからの一枚だったということが分かります。冒頭で紹介した神戸の展覧会、カラフルジャパンの展示の前に修理を行いました。左上に約8センチほどの破れがありましたが、台紙とともに破れており、修理の際はこの厚く硬い台紙とその上の薄い鶏卵子、そして水に弱いメディウム水彩絵の具を考慮しながら行いました。次に鶏卵子を使った写真油絵という横山松三郎が考案した日本独自の技法がありますのでご紹介します。1882年に完成された後、弟子だった小豆沢良一が15年間の特許を所得しました。写真油絵は2年前に横山松三郎関係資料の一部として重要文化財に指定になったものがあり、現在この技法研究が東京大学資料編纂所の谷昭義氏によって行われています。この幻の写真技法なんですが、鶏卵子を、の裏面ですね、裏を削っていって、薄いアルブミン層を残し、その裏から油絵の具を使って着彩するというもので、紙のみのものとそれがガラス板に貼られているものがあります。19世紀後半から
は新しい材料や技法、印画紙の改良などの発展が目まぐるしく、写真産業を大きく変えていきます。商業写真家だけではなく、写真を使って独自の表現をする作家たちやアマチュア写真家といわれる人々に写真が広く普及していきました。この頃から写真は単に真実を写し取り記録するだけではなく、巧みに扱い作られる写真へと変わっていきます。その先駆者ともいえるフランスの写真家グスタフ・ルグレーの写真を見てみましょう。一見すると普通の風景写真のように見えます。ところがこの写真は今でいういわゆる合成写真です。彼は雲の部分を取ったネガと海の部分を取ったネガを重ね合わせることによって架空の風景、独自な詩的表現を生み出しました。当時同じ露出で空と風景の両方を捉えることはできなかったからです。彼の画像を作り上げていく想像力、そのテクニックはその後の写真家たちに、写真作家に大きな影響を与え、写真を芸術として高めようとする作家に受け継げられていきました。20世紀になると日本でも華々しい芸術写真の時代に入ります。カメラや写真の雑誌によって写真の愛好家も増え、何々クラブといったグループ、何々イズム、何々写真と呼ばれ、なにわ写真クラブ、アシアカメラクラブ、ピクトレアリスム、新興写真、前衛写真などお聞きになったことがあるかと思います。写真は絵画と違い、カメラという機械を使い、光を使い、科学的に処理をするということで画像を得るもの。そのプロセスを踏みながらどのようにして自身の創造性を表現するのかを作家たちは追求していきます。特に国内ではゴム印画やブロモイルなどのピグメント印画も人気でした。ブロモイルはその材料がイギリスから輸入され、1920年代から30年代にかけて日本のピクトレアリスムの作家の間で大流行し、多くの優れた作品を生み出しました。ブロモイルを簡単に説明しますと、ゼラチンシルバープリントに薬品処理して銀を漂白します。そうするとゼラチン層の水分の含み方に違いが出てき、銀の少ないところは油性のインクをはじき、多いところはそれが乗って画像が出来上がります。日本の写真家にとっては、手作業によって独特の質感を出すことができる魅力的な技法だったと考えられます。ゼラチンシルバープリントにおいては、いろいろな技法がテクニックがあったんですが、多重露光やコラージュ、デフォルマションですね、印画紙を丸めたりわざとたわませたりしながら現像して、形を歪ませるようなものやソラリゼーション、フォトモンタージュなどいろいろなものが登場します。そしてこれらは写真でしかできないテクニックでした。今回はここで全て紹介できませんが、技法として興味深いものに造形がけという手法があります。これも日本独特のもので、ゼラチンシルバープリントの上にテレピン油やアマニ油などのメディウムを塗った後、油絵の具を全体に塗り、それを拭き取りながら画像を作り出していく方法です。当時印画修正、レタッチのさまざまな手法によって最終的な写真を作り上げることが行われていました。ネガの修正にとどまらずプリントに手を加えたものもあり、その際にブロモイルのメディウムなどが使われていました。雑巾がけの誕生にはこのような背景があると考えられます。またここ数年カラー写真が登場する前の着彩写真に関して共同研究をしておりましたが、
国内ではゼラチンシルバープリントに着彩された写真が海外に比べて多いことが分かりました。海外でもプリントへの着彩は行われていましたが、肖像写真など商業目的のものが多かったようです。これらの着彩写真には完成度の高いものが多くあります。この2点はシュルレアリスムの影響が見られる作品ですが、着彩写真の多くは30年代1930年代から50年代に作られました。また、実は身近なところに日本独特の彩色写真があります。大相撲の優勝額です。これは大きさ、皆さんご存知かもしれないですが、畳5畳分の大きさになります。両国の駅や国技館の壁に飾られているもので目にした方も多いと思いますが、2014年以降はインクジェットで制作されていますが、それまでの60年間以上ですね、モノクロのシルバーゼラチンプリントに佐藤鈴江さんという方が油絵の具で仕上げていたものでした。以上、アナログ写真のいくつかの技法を写真作品とともに駆け足で紹介しました。さまざまな写真の作り方があるということに驚かれた方もいらっしゃるかと思います。修復家としては、写真の技法や材料を確認することは処置をする前の重要な作業になります。一見してこの技法だと思っても実際には違っていたり、手が加えられたりしているため、作品の調査の際には慎重な対応を心がけています。現在カメラといえばデジタルカメラやスマートフォン、写真といえばインクジェットプリントの時代になって、これらの技法はすっかり失われてしまったと思われるかもしれません。最後に今回紹介した方法で制作をされている現代の作家を数名紹介したいと思います。それぞれの作家が何を表現したいのか、どんな思いを込めて作品を制作したのかを想像することで、技法の持つ特別な魅力や可能性が一層際立って見えてくるのではないかと思います。ダゲレオタイプの新井隆さんですが、日本に限らず、世界でも有名なダゲレオタイプで制作されている作家の一人になります。ご紹介した通りですね、ダゲレオタイプというのは一点物なんですけれども、これだけ大きな被写体を撮影することは不可能ですので、この作品については新井さんはデジタルカメラで撮影したものを一つ一つダゲレオに制作して、それを並べた作品になります。アンブロタイプ、こちらは菅原一号さんのアンブロタイプですが、菅原さんはアンブロタイプに限らずプラチナプリントやゼラチンシルバープリントなど数々の技法の特徴を生かしながら作品を制作されています。昨年は植物学者牧野富太郎の標本を被写体にした標本を肖像写真のように捉えた作品を展示され、その集大成となった美しい写真集も販売されました。ブロムオイルの鈴木ノアさんです。ブロムオイルは、ピクトリアリスムの時代にはたくさんの作家が制作していたのですが、現代ではほとんどいらっしゃらないので、ブロムオイルというと思い浮かぶのはこの方になります。指示体の紙の選択やインキングの技術が必要な技法で試行錯誤されながら独特の深みとニュアンスの表現を追求されています。そして雑巾がけの白石千恵子さんです。雑巾がけの技法で制作されている、私が知る限り唯一の人なんですけれども、旅先のスナップショットを使い写真と絵画を横断しながら記録の原風景を探り続けている作家です。記憶の断片がまぶたの奥からゆっくりと立ち現れていくような表現を雑巾がけによって表しています。そして
こちら左が鶏卵紙、右がサイアノタイプになりますが、稲垣さんです。写真の発明者の一人のタルボットの邸宅やフランスのニエプスのアトリエなどを訪れて大型カメラで撮影されている作家です。鶏卵紙というのは印画紙を準備するところから始めますが、艶やかなアルビミン層のある鶏卵紙と画像が紙の中に入り込んでいるようなサイアノタイプとで繊細な光の表現の違いが感じられます。最後に鈴木希さんですが、彼女はいろいろなオブジェをまるで印画紙のように扱いながら画像を焼き付けます。この窓ガラスの作品は邸宅のかつての住人が眺めていた景色を可視化してそのものとしての存在感を過去と現在時間を超えて感じさせます。また彼女は今ポーラ美術館で展覧会をされています。ということで、現代でもこれらのアナログ写真の技法を研究し習得し今までになかった新たな表現を展開する作家がいます。それはデジタル時代になったからこそ再発見された写真の魅力であるかもしれませんが、彼らの素晴らしい努力によって技法が継承されていることはとても嬉しい限りです。機会があればぜひ実際の作品をご覧になってその写真の物質性を体験していただければと思います。そして今日の講演でアナログ写真に興味を持たれた皆様でぜひアンブロタイプで肖像写真を撮っていただきたいという方がいらっしゃるかもしれませんが、国内にわずかですがそのような写真を撮っている方がいます。東京は左の谷中にあるライト&スペースという出版写真館、今回は京都での講演ということで暁舎房さんをご紹介します。19世紀に遡って写真を撮られるという意味、そして写真はどのようにして撮られて作られたかという貴重な体験を味わえる場所になります。最後にまとめさせていただきます。19世紀に写真が登場した当初は観光材料も印画紙も全て手作りでした。その後写真産業が生まれ誰でも写真が撮れるようになりデジタル技術の進化により写真は驚異的な発展を遂げたメディアになりました。そして現在では物である写真と画像としての写真が共存し世界中にあふれています。写真を単なる技術革新の産物としてではなく文化遺産の一つとして位置づけるためにはそれぞれの技法や背景そして写真が持つ意味それは歴史的であったり芸術表現であったりするわけですがその価値を理解することが重要だと思います。文化遺産は写真に限らず私たち自身が自分の目で見て知って理解することで大切にしよう保存しようという意識が芽生えるのだと思います。本日はさまざまな話題を取り上げたために少しちょっと聞きづらかったところもあったかと思いますがアナログ写真に対する新しい発見や普段とは違う視点での写真の見方が得られたのであればとても嬉しく思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。はい、下山さん